こうなると、どんどん人が信用できなくなり、周りからも信用されなくなり、孤立してしまうかもしれません。このように、人生の最初の段階で人を信じられなくなってしまった人、つまり毒親育ちは、どんどん人を信用するのが難しくなるのです。無自覚で生きていれば、人間不信は強化されていきます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。赤ちゃんは脳がまだ真っ白です。真っ白な状態から親などを通してこの世界を覚えていきます。それはいいのですが、困ったことは、一度脳が固まると、なかなか修正ができないということです。つまり、毒親育ちは冷たい親を通して、人間とはこういうものだと信じてしまいます。人間とは冷たい存在と信じて脳が固まってしまうと、その後に優しい人に出会っても、その人の優しさを感じられません。人の優しさも愛情も感じられなければ、アダルトチルドレンは悪化していきます。アダルトチルドレンの克服の課題はいくつかありますが、人を信じられるようになることもとても大切なことです。今日は毒親育ちの持つ不信感について、原因や症状や対策を話します。では、アダルトチルドレンはなぜ人を信用できないのかということですが、多くのアダルトチルドレンは子供の頃に期待や欲求を何度も裏切られた経験があり、トラウマや心の傷がある人が多いです。そのトラウマや心の傷が心の深い部分にずっと残っているんです。例えば、人間は生まれて間もない頃は一人では何もできないので、泣いて親に助けを求めます。親は助けてくれるだろう、世話をしてくれるだろうと思っていたら、うるさいと怒鳴られた。親の都合で、親の都合のいい時にだけ世話をされて、こっちから求めた時はいつも無視をされた。あるいは、こっちが求めた時に世話をしてくれる親であっても、愛情からではなく、いつもいやいや世話をされていた。こういう毒親であれば、親を信用できなくなります。そして、すべての人間の中で、一番近い存在であるはずの親を信用できないということは、他の人の優しさや愛情を信用することはもっと難しくなります。また、病的に劣等感が強い親は、子供のことを認められませんが、このような子供のことを絶対に認めない親や、自分のことしか考えない自己中心的な親に育てられた人も、人間とはそういうものだという認識を強めてしまい、人を信じられなくなる可能性が高まります。他にも両親が離婚して片方の親が自分を捨てて出て行ってしまったとか、養育者が何度も変わったとか、子供との約束を守ってくれないような親であれば、人を信じられなくなるかもしれません。愛されて育った人は、楽しく安心して生きていく上で必要な能力である基本的信頼感ができます。基本的信頼感とはエリクソンの言葉ですが、自分は愛される、この世界は安心な場所だというような他者や世界に対する信頼感のことです。アダルトチルドレンはこれがないだけではなく、逆に不信感を持ってしまっているんです。この不信感を基本的不信感と言いますが、基本的不信感があると人を信じられないのだから、
人に対して警戒心が強くなります。例えば、人に優しくしてもらっても、これには裏があると感じるかもしれないし、こうした方がいいよというような有益なアドバイスをもらっても、それを良い情報と解釈できないかもしれないし、もっとひどいと、今までそれをしていなかった自分を責められたと感じるかもしれません。つまり、優しい人と出会っても優しさを感じられません。このようにして人を信じられなければ、人の目を気にしてやりたいことをできなくなるかもしれないし、新しい友達を作る機会には消極的になるかもしれません。そして自己評価も極端に下がります。自分は仲間の輪に入れない人間という劣等感が刺激されたり、承認欲求が満たされないのも自己評価を下げる要因になり得るからです。そして、人と心が触れ合わないということは、何をされるかわからない恐怖や、何が起こるかわからない恐怖が強まります。人生において様々な必要のない心配をする人になります。こうなるとストレスがすごくなり、熟睡ができなくなるとか、心や体に問題が出てくる可能性もあります。このような人が心や体に問題が出てきて、例えば小さい病院に行ったとします。薬を少量ずつ出され、頻繁に何度も診察を受けるように言われると、金儲けを考えてるな、ここはダメだ、大きい病院に行こう、と思うかもしれません。そこで、混んでいる大きい病院に行ったとします。今度は、通院の必要はないです。診察は今日で終わりです。と言われると、忙しいから終わりにするんだな、と感じるかもしれません。つまり、ひねくれているんです。でも、人は認めたくないことを認めないようにします。つまり、ひねくれているとは認めずに、自分はしっかりしている、などと思っているかもしれません。ここまで人間不信になると、カウンセラーさえも信じられなくなります。そして、心の問題は、信じられなければ、どのような素晴らしい情報も役に立ちません。50しか信じられないから、50しか吸収できないというニュアンスより、50信じられなければ、吸収できるのは0というニュアンスの方が近いかもしれません。アダルト・チルドレンは自己防衛で認めたくないことから無意識で逃げています。生きやすくなるためには認めたくないことを一つずつ認めていかないとなりません。信頼できる人に認めたくないことを指摘されると、そうかもしれないと思えることもありますが、でも信頼できない人に、あなたはしっかりしているんじゃないよ、ひねくれているんだよ、と言われれば、それが真実であっても、誰でも認めるどころか腹が立ちます。人を信じられない人は、認めたくないことを認める勇気も出ません。だから人を信じられないということは、単に親しい人ができない、仲間の輪に入れない、嫌われてしまう、協力し合うことができないというだけではなくて、アダルト・チルドレンの改善も難しくなります。基本的不信感があるということは、友達とか同僚とか上司とか知人とかを信用できないというだけではなくて、自分にとって近い存在である、例えば恋人でさえ信用ができません。愛を信じられないのだから、恋人にあなたのこういうところが好きですと言われても信じられません。
愛されていても感じ取れません。俺のお金が目当てなんだろうとか、私の体が目当てなんだろうとか、住む場所がないから一緒に住みたいだけなんだろうとか、相手が自分と付き合うことで何かメリットがあると、そのメリットが目当てなんだろうということになってしまいます。また、愛を信じられないので、自分にこんな嫌な点があるのにもかかわらず、相手に好かれるということが理解できません。大きな欠点がある自分が好かれるという状況を想像できません。完璧な人間などいないので、誰と付き合ってもみんないい点と悪い点とがあります。心理的に成長している人にとっては、相手に嫌いな点があっても、相手の一部に過ぎないんです。その一部は確かに好きではないけど、全体としては好き。こういうことはよくあることです。そして基本的不信感があると、ちょっとしたことで相手を疑ってしまいます。誤解や喧嘩が起こりやすくなります。このように人を信じられなければ、自分自身も相手に対して愛情を与えようとしなくなるし、信頼される行動もしなくなります。そして人は自分の内面を通して相手を見るので、こうなるとなおさら人間不信を強めます。どんどん人が信用できなくなってくると、傷つくことを恐れて、最初から人を信用するのをやめようと意識するようになるかもしれません。このような人にとって人間は、温かいもの、助けてくれる存在、自分をいい気分にさせてくれる存在のように、自分にとっていいものではなくて、逆にめんどくさい存在、自分を攻撃してくる存在、自分勝手で怖い存在のように、自分にとって悪いものなのだから、人間関係が煩わしくなって完全に恋愛から引いてしまう人もいます。こうなると、どんどん人が信用できなくなり、周りからも信用されなくなり、孤立してしまうかもしれません。このように、人生の最初の段階で人を信じられなくなってしまった人、つまり毒親育ちは、どんどん人を信用するのが難しくなるのです。無自覚で生きていれば、人間不信は強化されていきます。では、どうすればいいかという対策ですが、まず、自分は基本的不信感があって、誰も信用できないんだと気づいて認めることです。味方になってくれる人もいる。いやいやではなく喜んで助けてくれる人もいる。人は時に自分を好きになってくれる。人が自分を愛してくれることもある。このようなことを自分は信じようと思っても信じられないんだと認めることです。そう分かっていない時の方が人を信用するのはかなり難しいです。なので、そう認めた上で信頼できる人を選びましょう。信頼関係を育てるには、他人の優しさを見つけることと自分の気持ちを伝えることが大事です。たくさんの人を信頼するのは難しいので、最初は自分の気持ちを話せる人を1人か2人に絞って、その人の優しさを探す努力をしましょう。同時に自己肯定感を高める努力も必要です。自分を信じられるようになると、人のことも信じられるようになります。つまり、自分は愛される存在と自分を信じられる人は、人は時に自分を好きになってくれると人を信頼しやすくなります。自己肯定感の高め方は
自己肯定感を高めようなどの再生リストを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。そして、優しい人のそばに行くことも大切です。こう言うと、アダルトチルドレンは、周りに優しい人などいないと感じるかもしれません。優しい人を探すことも必要ですが、自分が人を信じられるように成長することも必要です。人を全く信頼できないときは、優しい人は一人もいないように感じます。少しずつ人を信頼できる能力が育ってきたら、優しい人とそうでない人の違いも少しずつ見えてきます。優しい人が見えてきたら、できるだけ優しい人のそばに行きましょう。優しい人に自分を受け入れてもらったり、自分の存在を肯定してもらう経験を積み重ねていくと、人を信じやすくなっていきます。では、ポイントを振り返ります。人生の最初の頃に、泣いて助けを求めても応じてもらえなかった。小さい頃は不安で恐怖で不快な出来事が多いですが、それを取り除いてもらえなかった。必要な保護をしてもらえなかった。保護どころか逆に責められたり怒鳴られたりいやいや世話をされて育った。愛情欲求や承認欲求など本性的な欲求を満たしてもらえなかった。毒親育ちはこのようなことの連続だったのだから、親を信じられないのは当たり前ですが、人間全体を自分にとっていいものとして感じられなくなります。人間はみんな親のように困っていても助けてくれない、自分を受け入れてくれない、自分を認めてくれない、冷たい存在のように感じる人になっていきます。つまり人を信じられなくなります。人をこのように感じる人はいつも敵に囲まれていて、いつ攻撃されるかわからない危険な世界に生きています。危険な世界に生きていると感じているのだから、自己主張ができなくなります。嫌なことを嫌だと言えなくなります。信頼関係は相手の優しさを見つけることや自分の気持ちを伝えることで気づきやすくなります。でも人を信頼できない人は自己主張もできないので、信頼関係を築くのがなおさら難しくなります。このように信頼関係が築けず人を信じられなければ人を避けるので、どんどん周りとの溝が深くなっていきます。このような人はお店に行って店員にこれがおすすめですと値段の高いものを勧められると、売り上げを上げようとしているんだなと感じるかもしれません。それでいて安いものを勧められれば売れ残りを進めているだけだと感じるかもしれません。このように人間を完全に敵だと思っているんです。意識していなくても無意識では周りの人がみんな敵なんです。このような人は世の中には優しい人もいるということに気づいて、優しい人のそばに行って優しさを体験する必要があります。ただここでの問題は、優しい人に優しくされてもそれを愛だと感じられないということです。人から優しくしてもらってもなんか裏があると感じます。あなたが好きですと言われても私を利用しようとしていると感じるかもしれません。人は小さい頃に親から愛されないと、大人になってから誰かに愛されても気づくことすら難しいんです。無自覚で生きていたらどんどん不信感が強まるだけです。自分はこういう脳になってしまっているんだと深く理解して
人を信じようとする強い意志を持つことが必要です。そして、信じられる人が出てきたら、自分の気持ちを伝える努力をしましょう。小さいことでも、もし自分の気持ちを伝えられたのであれば、ある程度人を信用できるようになってきたということです。自己主張が苦手な方は、アダルト・チルドレンは自己主張が苦手な押し方という動画を参考にしてください。また、人を信用できない人は、周りの人をみんな敵と感じています。アダルト・チルドレンは周りが敵という動画も参考にしてください。親を信じられなかった人が、急に人を信じられるようになったりはしません。時間をかける必要はあります。焦らず少しずつ成長していきましょう。これからもアダルトチルドレンが生きやすくなるための動画を配信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録をお願いいたします。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。